Good morning, everyone! テラメテラ学園、Do you believe in magic? テラメテラ学園英語教師ののぴちるーぺです。おはようございます、皆さん。ちゃんと見えてますでしょうか？ちょっと、音の調整で、一回 OBS 消しちゃったからぐるぐるになっちゃったんだけど、大丈夫だった。そのまま繋げられた。Good morning, good morning, good morning. 魔界はですね、こちら、午後の2時なんですけども、ちょっと最近ののぴの寝る時間がめちゃくちゃ過ぎて、30分前に起きました。のぴもみんなと同じ時間に起きた。あれ聞こえる？ Good morning! Good morning! おはのぴおはようみんな起きれて偉いね。いやー、寝起きです。寝起きでございます。なので、はい、声もちょっとガラガラ寄りです。はい、おはようございます。みんなはこれから何するの？学校行くの？仕事行くの？それとも単に起きただけ？眠そう。いや、やばい。ちょっとそろそろ、ちょっと本気で生活習慣直さないとなって思ってる。Hello, のぴー。Hi! Hello! 生活習慣、マジで直さないとってちょっと考えてるから、もしかしたら来週から、のぴ先生の生活習慣直そう配信やるかもしれない。毎日、配信予約して、こっちの朝の時間にね。起きるために、配信のためならめっちゃ頑張って起きれるんだよ。だから、それ起きて、もう30分だけでもいいから、配信して、やるっていう。でも早すぎても、配信終わったら寝ちゃうから、普通の時間に起きて、その後寝ないようにするみたい。おはのぴです、おはのぴ。おはよう、おはよう。Good morning, good morning. 起きれてみんな偉いですね、朝6時。これから仕事ですが、いつもより早めに起きました。偉いです。お仕事頑張ってください。みんな月曜日だね、日本は。月曜日、みんな1週間、頑張ろう。おはようございます。配信見ながら朝ごはん食べてます。本当に？朝ごはん食べてる人他にいるかな？何食べてるんだろう、みんな。のぴもそれ聞いたらお腹空きそうだけど。絶対さ、なんでご飯の、別にそんなにお腹空いてないのに、ご飯のお話し始めたらお腹空くんだろう。学校か。起きれて偉い。学校気をつけていってね。いやー、
みんな朝何時からだっけ？前にも聞いた気がするの。学校とかって何時から始まるの？日本の学校は。これから在宅ワーク早く起きなくていいけど配信見るために起きた。わ、偉いです。在宅ワークなのにすごい偉すぎる。おはようございます。おはようございます。朝ごはんはトースト2枚食べました。いいね。朝パン派だね。学校です。学校ね。朝学校は、日本の学校は何時からだろう？ 8 時ぐらいから？魔界の学校もね、確か8時ぐらいだったな。朝。確か。なんか朝になんか特別なのがあったら7時っていうのがあったんだけど、それが何なんだっけな。あ、高校生、中学生の時あったっけな。1時間目の前の0ピリオド、0時間目っていうのが、なんかたまにあって、それの時は7時だった気がするな。今から昨日の晩ご飯の残りのパエリアなんておしゃれな。それを朝ごはんに食べるなんて、スペイン人じゃん。いや、待って、スペインの人って朝からパエリア食べるのかな8時半から授業始まります。あ、そうなんだ。じゃあ、学校には8時半に着いてればいいってこと？納豆卵かけご飯と味噌汁。うわー、めっちゃヘルシーでうまそう。Waking up at 6 a.m. or earlier sounds sad. That's true. What time is it in Germany, right? What time is it in Germany right now? I was saying that I need to like fix my sleeping schedule because I am honestly sleeping at I'm like I shouldn't be sleeping. I'm sleeping and waking up at times that I shouldn't be. So I was saying that I might do like a whole week of like fixing my sleeping schedule by like forcing myself to wake up at like proper times and scheduling streams at that time because I can wake up for streams. So I might just like wake up for a stream and stream for like 30 minutes or an hour so I can fix my sleeping habits next week. I woke up 30 minutes ago which is really bad. I slept at like in the morning yesterday. So like yeah. よくないよくない。寝る時間ちゃんとしないとやばい。なんかもうさ、作業とかしたり、いやまずね、配信すると配信終わった後になんかアドレナリンが出ちゃって寝れないんだよね。そんで作業してると時間があっという間に流れてっちゃうから、なんかもう時間の管理が大変でも、それでも作業がいっぱいあって終わるわけでもないから、なんか終わり時がすごく見つけにくくて、なんか朝までやっちゃうんだよね。おはようございます。おはよう。いやー、卵かけご飯食べてー。卵かけご飯食べた。いやー、早く日本行って卵かけご飯食べたーい。たまに口閉じてる？ちょっと待って、カメラ直るかな。いや、なんかカメラの調整もね、もうちょっとね、上手にできたらいいんだけどね、慣れてないから、全然なんか口の動かし方とかにちゃんとカメラが辿ってくれないんだよね。すごいわかります。ね、わかるよね。本当に。もう、どうしよう。で、それでなくてもさ、テラメタラ学園のさ、スタッフさんもそうだし、先生たちもそうだけど、みんな日本だから、日本の時間に合わせなきゃダメなのが、2週間に1回ぐらいは来るから、それが来ると、もう一気に、もうスイミングスケジュールがぐっちゃぐちゃになっちゃうんだよね。それのせいにはしたくないんだけど、それは大きいんだよね。しょうがないんだけど。で、それが1回あると、もう、その次の週、その次の週にぐだぐだ変になって、で余計悪化して、さらに悪化してっていうのが続いちゃってやばい。おはようございます、先生。おはようございます。だからマジでちょっと来週ちょっと睡眠のぴ先生の生活習慣直そう企画やろうかもしれん。パエリアに卵かけご飯どんなんなるんだろう。でもパエリアに卵かけても全然美味しいんじゃない？宮部さん、
スパチャありがとうございます。おはのぴ。まだ仕事なので挨拶だけ来ました。のぴ先生の声が聞けて嬉しいです。朝活ありがたいです。おはようございます。いや、ありがとうございます。お仕事頑張ってください。今まだ仕事中ってことはめっちゃ早いじゃん、仕事始まるの。いや、お疲れ様です。頑張ってください。遊びに来てくれてありがとうございます。んでなんか猫ちゃんがさ、朝活さ、同じ時間にやってんだよね。なんかスケジュールのぴ上げてから気がついて、と思って、あられと思って。今日の先生眠そうで可愛いやんで、まだ起きてはいるんだけど、まだ起きて1時間しか経ってないから、まだちょっと微妙だよね。てか猫ちゃんすごくない？やばすぎるんだけど、配信のスケジュールが。なんか猫ちゃんは夜型らしいから、日本に住んでて夜型なら、配信者としてはいいよね、多分ね。だからのぴの場合よくわかんないよね。これからどうなるのかが全然。時差問題、そう、時差問題がたくさんあります。猫ちゃん、朝活で、そんなことないのか。猫先生のスケジュールびっくりしました。ね、ちょっと、のびもちょっと見よう、猫ちゃんのスケジュール。やばすぎ。てか、土曜日以外毎日、配信2回するってことじゃん？やばすぎ。So you wake up at the same time, maybe you live in Japan too mentally? I think because our staff and all my other gen mates live in Japan, I have to stream in a Japan time at least once every 2 weeks, which is in the morning here, in the early morning, at 4 or 6 a.m. or something, or 5 a.m. So doing that kind of screws up my schedule. Once I do that, it screws up the rest of my schedule for the week, and then it goes to the other next week, and then it keeps on going, and it just gets worse and worse and worse and worse. But yeah, anyways, I don't want to blame it on that, but I think that's one big reason. Oh yeah, not good.庭とできないから2つの授業を聞きしてます。ありがとう。全然大丈夫だよ。好きな方にね、見に行ってくれれば。で、アーカイブもね、お互い残るはずなので。猫ちゃん、朝から、パワー押しシミュレーターやってんのね。そうなんだ。なるほどね。そっか。いや、ちゃんとした英会話じゃない朝活。あれ？英会話じゃない朝活。やったことあったっけ？記憶が。もうたくさんの配信してるから、記憶が曖昧になってきてしまう。朝活、そっか。アンパッキング朝活やってたか。そっか。そうだ、あれはすごくまったりしたゲームでいいよな。ああいう感じのゲームでまたやってみたいな。今回朝活、いや、本当は英会話やりたかったんだけど、準備が全然できなくて。で、朝、ゲームできるのあるかなーっても探したんだけど。おはのぴおはようございます。おはよう、起きれて偉いね。これから仕事かな？学校かな？どっちでしょうか。何にもなくて起きた人はすごく偉い。朝配信あると起きようと思います。どんな形でも。本当に、それは、すごい嬉しいし、偉いよね。のびは多分ね、好きな配信者が朝活してても、起きるかわからん。起きれるかわかんない。アーカイブ残るから、アーカイブ見ちゃえばいいやっていう、ちょっと甘えた精神になっちゃうから、起きれるかわかんないな。偉すぎる。そもそものぴが好きな配信者朝活やってる人いない気がするわ。いるんかな？いてもさ、日本に住んでる方だから全然のぴにとっては朝活じゃないからっていうか最近見れてないわ、マジで。好きな配信者朝活のおかげで生活習慣が治ってきてる気がする。本当に
確かにそうだよな。やっぱりそうだよね。いや、やっぱりちょっと来週やるか。ちょっと今週、生活習慣が、マシになってなかったら来週絶対するわ。来週絶対する。ちょっとこのままじゃあかんわ。VODs don't feel the same as live streams. True, I'm sure that's true, but like I'm so used to watching VODs because I like HoloLive and like there's no way I can watch their streams because of time difference and just my schedule wise. So like I'm so used to watching VODs. あまり画面を見てなくても平気なゲームじゃないと準備に差し支えが。なるほどね。確かにそれはあるかもしれない。まあね、なんかのびもね、ゲーム、なんか簡単なゲームでも、ゲーム慣れてない上に2つのこと同時にできないタイプだから黙っちゃうと思うんだよね。だから、もしかしたらなんか本当に何も考えなくてもいいゲーム以外は無理かもしれない、朝活は。だから、どうなるか。もしかしたら今後もっと器用になってってなるかもしれないけど。今日本当に口が開かないね。なんでだろう。なんで口が開かないの今日こんなに。眠いから口をあんまり動かしてないからかな。なんか口がもごもごして喋ってるから口が開かないのかもしれない。雑談だとコメント読んでもらいやすくて即死ラジオにもや声がやばい。まあ声が朝のガラガラ声に戻ってしまった。朝の声やば。お花火 on the west coast, but I just woke up. It's okay, I just woke up too. 同じ。おはようございます。おはよう。Oh, I see. Honestly, it's a bit different with big VTubers if it makes sense. That's true. But honestly, I like my main like my top favorite VTubers are all big people. So, yeah. 喉大丈夫。朝寝起きだからさ、みんなもさ寝起きさ声がさ油断したらさこうならん？ガラガラにのっぴなるんだけど。油断すると声がなんかガラガラになってくるんだけどならないみんな。なんかやっぱ喉がちゃんと起きてないからさ、なんか喉がガラガラになっちゃう。歌枠の影響ではないと思う。湿度かな？どうかな？湿度ちょっと見ようか。確かにね、のぴが住んでるところは乾燥とてもしてる。日本と比べたらしてる。でも今湿度 60% 超えてるよ。60% 超えてるのはどう？湿度は日本の感覚だと少ない？多い？普通？なるよね。どうしてもなるよね。いやもう完全に寝起きってことだよ、このガラガラ感じは。のぴ先生寝てるみたいで可愛い。寝てないです。ちゃんと起きてます。寝ててこんな喋ってたら怖いでしょ。いや何言おうとしたんだっけ今。なんか言おうとしたな。あれ？何言おうとしたんだと思ったんだっけ？忘れちゃったな。わー、I forgot。何言おうとしたんだっけ？ I forgot what I was gonna say。出てたよ。そうだ。来金まだ開いてないな、今日来てから。来金やってる人、今、来金やってる人いる？てか、いや、来金やってる人でコメント欄に今いる人おる？今、なんか昨日の夜来金なんか変化あった？待って、今来金開いたら OBS 起こるかな？ちょっと開いてみるか。どんな感じか。いつどうした残りの、チャット忘れた。いるよ。本当に。ノピリア同盟の方で昨日の夜なんかビッグニュースある？ Did anything big happen last night in Rise of Kingdoms?
プレイ中じゃなくてね、プレイ中じゃなくても。Today someone attacked our ally, so we ganged up all together and burned their castle mercilessly. No way, really? 待って、本当にノペリア同盟、誰か他の、同盟の人誰か、攻撃されたから、反撃して、燃やしたって言ってるんだけど、本当お花ピです。おはよう。起きれて偉いね。今ちょっとね、来勤の話してました。本当すごくね、やば。初めてのさ、なんか反撃、そんなことはないか。そんなことはない？どうだろう。いや、中間発表が8日だっけに発表されるんだもんね。うわ、8日じゃん。なんだ、配信撮ればよかった。まあいいか、来週配信撮るか。来勤配信。マジすごいみんな。We sent like 500,000 troops to avenge our ally. That's so good job. すごい。50万人ぐらい、連れて反撃したんだって。キラリオンさんおはよう。みんなおはよう。偉いね。今来勤の話してた。昨日の夜なんかあったって。昨日の夜というか、魔界の昨日の夜でなんか進捗ありましたって話してたら、なんか攻撃したっておはようございます。6時過ぎてて飛び起きました。偉い。飛び起きられて偉いです。おはようございます。外国の方らしいけど攻められたから反撃してました。なるほどね。いや、ていうか、日本のプレイヤー少ないでしょ、このゲーム。てかまあ、どうだろう、いるんだろうけど、世界中だから、世界中で言うと、どこの国が多いんだろうわかんないけど、いろんな国の人が一斉にやってるから、少ないというか、まあ一部が日本人って感じか。どうなんだよくわかんないな。世界チャット全然見てないから分かってない。そうか、ちょっとじゃあ喋りながらポチポチ朝のチェックしよっか。なんかいっぱいレベルアップしなきゃダメなんだよね。おはのぴおはようございます。おはよう。起きれて偉いですね。起きれて偉いです。よいしょよいしょよいしょ。月曜日だね。なんと実は魔界はですね、今週月曜日祝日なのでお休みなんです。まだこっちは日曜日だけど、今週月曜日は祝日なのです。だから、明日は休みだから、明日は残ってる作業をいっぱいする日にします。本当は配信しようかなと思ったんだけども、それどころじゃないぐらい作業がいっぱい溜まってるから、ちょっと今週の祝日のお休みは、作業デーにします。In 3 hours, another event is starting. You get points for killing, so it's possible to be attacked. Be careful. マジか。なんか3時間後にイベントがあるから、襲われる可能性あるから気をつけてだって、みんな、来勤やってる方、らしいよ。羨ましいでしょ。私も今日はお休み。本当によかったね。一緒にお休み。楽しみましょう。ってか、ゆっくりしましょう。でもさ、日本祝日多すぎない？魔界は祝日そんなにないよ。日本ほど。だから全部トータルにすると、日本の方が、1年間の休み多いよ、魔界より。今来ました。お花ぴです。おはよう。起きれて偉い。だから、でも魔界とか英語圏とかのいいところは、有給がたくさんもらえて取りやすい感じかな。日本のお仕事はどうなのかわかんない。これはのぴの勝手なイメージだけど、有給いっぱいあっても、なんか有給が取りにくい風潮があるっていう認識なんだけど、どう？仕事してるみんなどう？合ってる？それとももうそんな風潮はない？祝日でも結構休めてない件。マジか。祝日があっても休めない仕事とかもあるのね。うわ、今すんげえ勢いでのぴのエリアを通り抜けた人いるんだけど。それはある。取りにくいです。やっぱりそうなんだ。ちょっと待って。それ、やっぱりそうなのね。今さ、
あれ、ペンがない。ペンがないからいいか。まあ、いいか。祝日でも休み取れないのはなんで？それはもう忙しすぎて？それとも、その会社があんまり良い会社じゃないからそれはなんでですか？作業頑張ってください。ありがとう。作業はね、別にしてないよ、そんなに。お花ぴ起きてないね。おはよう。シフト制とか、なるほど。でもさ、祝日に仕事したとしても、祝日手当みたいなのって、もらえたりする？サービス業？なるほどね。確かにそれはあるかもしれないわ。でも祝日に働いても祝日手当もらえるんだったらまだマシかなって思うんだけど。どうかな？マシではない？どうかな？のぴはお金がその分もらえるんだったら、まあしゃあない。金くれるんだったらって思うけど。初見です。一日頑張ってください。初見さんいらっしゃい。おはようございます。起きてないですね。今週も頑張りましょう。ちなみに、自己紹介しますね。初見さん来てもいつも自己紹介するの忘れちゃうからさ。テラメテラ学園で英語教師してます。のぴティルーペです。はい。なので、英語を勉強してる方はぜひ、のぴの配信見てくれると嬉しいです。定期的に英語の授業の配信とか、英会話の授業の配信してるので、ちょっとお勉強になるかなと思います。てか、初見さんが来る時の挨拶ちゃんと考えてなかったわ。初見さんが来た時にどういうことやればいいんだろう。祝日手当もらったことない？嘘！やばすぎるでしょ。待って、祝日手当もらわないのって当たり前なの、日本は。ちなみにのぴは魔界に住んでます。ので、日本に住んでないので、魔界生まれ魔界育ち、現在も魔界に住んでおります。なので魔界は今、午後の2時半になるぐらいですね。休みに勝手に働いても何も出ません。Nobi, are you going to do a whole classic debut on Twitch, or did you just mean the first stream? I think I'm just gonna do a first stream. Should I do a debut stream? Like, what am I gonna do? I don't know what to do. And I also haven't, like, advertised it that much, so I'm expecting, like, not a whole ton of people will, like, be there. So, like, it'll be like I was just planning to do it as, like, a casual thing. I don't even know what I'm gonna do. I'm still figuring out what to do. Like, should I do, like, similar stuff I do as on YouTube? Or should I, like, do something completely different for Twitch? I have no idea what I'm gonna do. 今、ツイッチでね、初配信のツイッチ何するのって話してた。まだ全然決めてないんだよね。振り替えで平日にその分休日が取れるシステムです。場所によるかも。それならまだマシかな。でもさ、祝日仕事して、祝日手当出ないのは嫌だわ。会社から指示があって働くなら手当出るところもあると思う。なるほどね。魔界は結構ね、その労働的なものに対して厳しいから、まずサービス残業なんてありえないし、で、祝日手当も確かありえないし、まあ、週によって法律が違うんだけど、多分、ほとんどの州は同じ感じだから、祝日手当ないのも違法だし、サービス残業も違法だし、でもその振り替えみたいなのは全然ある。待って、祝日手当は、その雇用されてる契約によって違うのかもしれない。祝日手当があるか、もしかして振り替えがあるか、それはもう契約によって違う人によるかもしれないわ。魔界の州ですね。そうなんです。魔界はたくさん州があるんです。
昔はサービス残業させられてたな。やばいよ、やばいって。いや、だからね、のっぴね、日本で仕事できないって思っちゃう。だってそれってさ、そういう会社に入っても、そういうなんかサービス残業がある会社なんだとか、祝日手当がもらえない会社なんだって、わかんない？わかる？それとも。その会社に入社する前からわかる？わかるんだったらいいけど、サービス残業とかはわかんないんじゃない？どうなんだろう。祝日手当はなんかさすがに契約サインするときとかにわかるのかもしれないけど、サービス残業のことはわからなさそうっていうイメージ。わかんないよね。でしょ？で、結局入ったら、うちサービス残業当たり前だからとかって言われたら、はいや、無理。いや、無理。ちゃんと残業手当がある会社で働いてから、サービス残業の会社に行っちゃうとか無理ってなるから。ダメな会社だと分かってから容赦なく退職します。なんかさ、頑張ってすごい時間をかけて入社した会社を、すぐ退職するっていうのも嫌だから、なんか、だって、こんなに時間かけて、こんなに頑張って入ったのに、こんな、なんだ、すぐ辞めるの絶対嫌だから、もうあらかじめ知っときたいよね。おはようございます。おはよう、起きれて偉いね。今ちょっと暗い話になってますね。じゃあちょっともうサービス残業やら何やらの話から離れようぜ。今日は月曜日、頑張ってみんな1週間頑張ろうっていう配信なので、ね。みんなね、お仕事大変だと思うけど、頑張って、転職しようとしてる方は頑張って転職、頑張りましょう。石が足りない。ね、来金さ、石すぐなくなるののぴだけ？それともあるある？頑張ろう。で、学生はね、頑張って勉強して、将来のために勉強しよう。今ね、無駄だと思ってるかもしんないけど、そんなことないから、ちゃんとね、何かしら将来につながるから。自分もすぐだからなります。そうか。あるあるなんだね。月曜の朝からのぴ先生の声が聞けてるだけでもう嬉しい。嬉しいな。ごめんね。寝起きのガラガラ声で。申し訳ねえ。申し訳ねえ。寝起きのガラガラ声なんて聞かせてしまって。申し訳ねえ。どっちの石だろう。赤い石じゃなくて資源の石ね。学生さん将来いい会社入ってほしい。なんかそうだね。好きなことしたらいいと思うよ。好きなこと。どうなんだろう。好きなことも、なんか逆に好きなことを仕事にしない方がいいっていう人もいるし、やったら楽しいっていう人もいるから、それはもうその人の、好きなことによるかもしんないし、性格にもよるかもね。今日は雨、正直二度寝したい。全然、配信聞きながら寝落ちしても大丈夫ですよ。雨なんだ、日本。それか地域によるか、雨は。そっか、雨か。ほんとだ。関東は雨っぽいね。そっか。雨はちょっとやだね。いや、じゃあ、のぴの日本での雨の、日本での雨の思い出話すわ。一つ目は、一番、のぴがちっちゃい頃に、何年生だろうな、小学校高学年ぐらいの時に、体験入学をして、体験入学知らない人に言うのは、ほんと、2、3週間ぐらい、小学校にお試し体験みたいなのができるんだよね。で、結構、海外から来た子供たちがそれよくやってて、のぴ結構、合計3回ぐらいやったことあるんだけど、それをやって、小学生で、歩いて帰ってたね、下校っていうのか。下校してて、もうその日はすっごい雨と風が強くて、傘さして下校してたんだけど、傘がビニール傘がビニール傘で風が強すぎて、傘が半分に折れて、よくイラストでさ、カエルがさ、
葉っぱをさ、傘にしてるみたいなのあんじゃん。あれ状態になって、めっちゃびっくりして、律儀にそれを傘として使って家帰ってったっていうのが思い出あるな。なんか、びっくりしたもん。半分に折れちゃって。びっくりした。恐怖オールバックってことですね。そう。恐怖オールバックだった。もうガチの。恐怖オールバック。で、日本の小学生、これをしょっちゅう体験してるのかって思ったらすげえって思った。そう。偉いよ、日本の小学生。魔界は、地域によるけど、基本、スクールバスか、親に車で学校連れてってもらうから送り迎え。で、のっぴーの地域は車で送り迎えする地域。はじめまして、おはようございます。はじめまして、おはようございます。起きれて偉いですね。初見さんってことかな。自己紹介させてください。ラメタル学園英語教師しております。のっぴーティルーペです。魔界出身、魔界育ち、現在も魔界に住んでおります。魔界は今、午後2時半です。時間でさしてください。もう時間でさしてくださいにしようから、今後。魔界つってもみんなさ、初めての人、魔界どういうことやねん、こいつ頭おかしいやろ、みたいなるけど、魔界、時間は午後2時半です。時間でさしてください。スクールバスいいな。のぴね、スクールバス乗ったことないんだ。でもスクールバスはね、学校の、なんだ、遊園地じゃなくて、日本語が出ない。なんだっけ、遊園地じゃなくて、探索じゃなくて、なんだっけ、みんなでどっか行くやつ、何あれ。遊園地じゃなくて、なんだっけ、日本語忘れちゃった。フィールドトリップって何？フィールドトリップ。フィールドトリップって日本語で、遠足、それ、遠足行くときに、なんかスクールバスをレンタルして行った気がする。そう、遠足。あとさ、日本のさ、遠足とか、日本の修学旅行にめっちゃ憧れがある。魔界は、これはまた地域によるけど、のぴの学校は、まず遠足が少ない。1年に1回2回あるかないかぐらいです。で、修学旅行もなくて、修学旅行らしい旅行は、高校の時に、吹奏楽部に入ってれば、ディズニーランドに、のぴ吹奏楽でマーチングバンドやってたから、ディズニーランドに行くっていうのが、毎年あったのかな、高校の時は。で、それに行きたかったら毎年行けるみたいなのがあったんだけど、それは本当に吹奏楽入ってなかったら行けないから、ちょっとフェアじゃないよね。遠足。でも遠足の定番はね、基本ね、遊園地とか、水族館とか、あとは、なんか、小動物がいっぱいいる施設とか、かな？そう、だから、遠足は日本も同じくらいですよ。そうなの？そうなんだ。修学旅行は高校生から。そうなの？中学校からじゃないの？でもなんか、なんだ、ディズニーランドのバスで行ったんだけど、めっちゃ長い、もう、夜、もう、なんだ、ナイトバス、日本語で夜行バスみたいな感じで、もうみんなでバスで寝てたんだけど、何時間もかかるから。でもなんか、飛行機でどっかにみんなで行くとかっていうのめっちゃ憧れる。とか、日本だったら新幹線か。で、ちょっと遠出して、例えばなんか、東京から京都に行くとかだったら、京都になんか何泊もして、京都にいろいろなんか観光できるみたいな。のぴの場合、ディズニーランド一択だから、ディズニーランドで1日2日だけで、ディズニーランドから出ちゃダメみたいな。だったから、なんかその街を自由に探検できるっていうのにめっちゃ憧れがある。友達と。小学校から修学旅行あった？やっぱ地域によって違うんだ。羨ましい。おはようございます。おはよう。起きれて偉い。今ね、日本の学校の修学旅行の話とか遠足の話してる。
小学校から修学旅行でしたね。懐かしい。わあ、いいな。みんなどこに行ったの？修学旅行とか遠足。のぴの日本の知識、漫画とかドラマとかからの知識だと定番は沖縄か京都っていうで、逆に地方からの人は東京っていうイメージしかない。それ以外でどっか行ったりするの？隣の県に来ましたそれは小学校とかだよね。さすがに高校生で隣の県への修学旅行とかじゃないよね。おはようございます。待って、声がまた。ごめんなさい。のぴ、寝起きなんです。ごめんなさい。おはようございます。起きれてない。今、修学旅行とかの遠足の話してる。小学校東京ディズニーランド。中学校京都奈良。高校北海道。あ、北海道もあるか、定番の中に。いいな。高校の修学旅行で、屋久島ってどこだろう？どこだ、屋久島って。高校長野でスキー。わー、楽しそう。中学高校も行ったんだ。あ、中学じゃなくて、中学東京も行ったんだ。東京ディズニーランド定番か。北海道いいね。中学コロナのせいで県内で、うわー、そうだよね。そう、本当にそのね、世界のこの病気のせいでなんか YouTube でね、名前出すとなんかあんまり良くないって前聞いたことあるからあんまり名前出さないようにするんだけど、それのせいで学生さんが本当にかわいそうだなと思った。その時期に学生やってる方、小学校、中学校、高校、大学、関係なく、どの学生さんもう本当にかわいそうだなって思った。本当にみんな大変だったし頑張ったね。本当に。もう社会人とか大人もね、もちろん大変だったけど、やっぱりその一番、人生で一回しか経験できないその時代を、あれのせいで、100% 体験できなかったっていうのは本当にかわいそうだし、なんかしてあげたいよねって思うぐらいかわいそうだなって思った。だから本当みんな、それを乗り切った学生のみんなは本当に偉い。これからね、その頃いっぱいいろんなことできなかった分、今ね、頑張ってください。大人になればね、自分で稼いだお金がいっぱいあって自由に使えるので、その時できなかったことを大人になってからやってください。偉いよね、本当にね。仙台と山形、長崎、沖縄、やっぱり沖縄多いか。ねえ。うん。いやー、行きたいな、のっぴ。いや、ほんと行きたい。のっぴは、観光的な場所だと、京都と大阪は行ったことあるんだよ。でも、沖縄と北海道行ったことないから、行きたい。めっちゃ行きたい。大人になってから行く京都が楽しい。確かに。まあ、確かにな。なんか子供の頃なんてさ、その昔の建物とか、そういうところ行っても、なんだこれみたいな感じじゃん。だから大人になったら、ちょっとだけそういうものに対しての関心が高まるし、なんかありがたみが高まる。まあでもな、のっぴさ、今年、フランス初めて行ったって何回も配信で言ってるけどさ、フランス行ったじゃん。正直さ、美術館めちゃくちゃ回ったんだよ。のっぴのお母さんがさ、美術館、まあ、フランスといえば美術だからかもしんないけど、いっぱい行きたくて行ったんだよ。申し訳ないけど、わかんなかったわ、まだ。全然わかんなかった。なんか、裸の女性と男の人がいっぱいある絵がいっぱいあった。なんか、裸じゃない人が写ってると、すごい格好すごいなって思うんだけど、裸だとうわーなるほどってなるほどなーみたいなとか、あと面白いやつはなんか殺されてる人が描かれてるやつとか面白いかもしんない。なんか首ちょん切られてて、なんか髪の毛から頭をぶら下げてるやつとか、うわグッロ結構ちゃんとリアルに描くからさ、グロいし正確だし、
なんかうわーで、あと絵がでっけえのとかいっぱいあるから、これ何ヶ月かかったんだろうとかっていう風に思いながら見るけど、見方がちょっと間違ってたかもしんない。なんか、うわ、この絵すごいな。この絵の意味はこんな意味があって、こんなところが繊細に描かれてて、すごいな。これ描いた人、天才だな、みたいじゃなくて、うわ、でけえ何ヶ月かかったんだろう。うわ、この人裸だ。うわ、こんなところにほくろがあるとか、うわ、血いっぱいあるリアルだなみたいな見方がね、本当に多分ね、子供だったと思う。アーニャの首チョンパーみたいな。そうだから、で、なんか、のぴの母さんが、いや、これはね、こんな意味があるんだよとか、なんか、のぴの母さんはすごい予習してて、その、フランスとか、まあ、いろんなヨーロッパの、画家、有名な絵を解説するなんかサイトなのか YouTube なのかわかんないけどみたいなのをすごい見て行ったらしいから、これはまあとのっぴのおばさんも一緒にいたから2人でその同じ人見てたらしくて2人ですごい盛り上がってたのよ。これって人の時に話してたこれだよねみたいなで、へーって思いながらのっぴはもうスタスタ先に行ってさ、2人はさもうじっくりさ、まだ見てんのそこみたいなおはのぴです。おはよう。起きれて偉い。おはよう。今ね、のぴがフランス行った時に美術館回ってたけど、全然なんか見方が間違った見方をしてたって話してる。今だと解説付きの美術館もある。そう、めっちゃある。なんか、ルーブル美術館は、任天堂 DS。DS だよ。めっちゃ懐かしすぎたんだけど見たの。おはようみんなおはようは、みんな起き始めてきてんのかな。おはよう。起きれて偉い。でもね、ルーブル美術館は、任天堂 DS を貸し出してて、それになんか説明とか、オーディオみたいなの、イヤホンつけて聞きながら、あるんだけど、あとはなんかテレビのリモコンみたいなやつとか貸してくれるとこもあったし、あとは、そんなもんかな。とかなんか子供用のおもちゃの iPod みたいな形してるみたいなものとか貸してくれるとこもあったな。おはようございます。おはよう。そう、ルーブル美術館はね、DS でやってた。そう。でもね、ルーブル美術館が一番でかかった。すんげーでかかった。だって1日で回れないんだもん、全部。1日で回れないぐらい。それね、じっくり見ずに、スタ通るだけやったらできんのかもしれないけど、ちゃんと一個一個の絵に、10秒、20秒かけたとしても、全部見回れないぐらい大きくていっぱいあった。スマホじゃなかった。DS was released 19 years ago. 19年前だって DS 出たの。Yeah, when I went to the Louvre, they had Nintendo DS's to use as like an audio guide thingy. カセットテープはなかったな。カセットテープはさすがにどこもなかった。ルーブルは1日では無理でしょ。そう。1日では無理だった。でもね、のびはね、絵を見るよりも、昔の、部屋を見せてる。多分あれ再現してるところ多いと思うんだけど、昔の部屋を、こんな感じだったよって展示してるところの方が、個人的には見るの楽しかったかな。その色使いとかがすごく可愛くておしゃれでね。なんか金ピカ、その王族の方々の部屋をいっぱい見てたから金ピカばっかりだったんだけど、金ピカばっかりでも全然ね、すごい上品な使い方でね、上手だなってめっちゃ思った。さすがファッション最先端の国だと思った。行ってみたいな、海外。いや、行ってみてほしい。ほんと多分ね、のぴはなんかもともと生まれ育ちがちょっと特殊ではないけど、生まれた時からその他のいろんな文化に触れられるすごく恵まれた環境で生まれ育ったから、いろんな文化にね触れてきたんだけど、
やっぱりそのいろんな文化に触れる機会が少ないなっていう人が海外一回行ってみたらすごくね、いい経験になると思う。まあ、日本の文化もすごくいいけどね、なんか日本と真逆の文化とか言ったらね、きっとみんなびっくりしちゃうだろうね。カルチャーショックになっちゃう。カルチャーショック、まあでものびカルチャーショックになったことあるかな。あるかもな。ちっちゃい頃あるわ。ちっちゃい頃日本に行った時結構、ちっちゃい頃じゃないや。なんかもう大人になってから日本に行ってカルチャーショックが意外とあったかもしれない。本州から出たことない？あ、そうなの？他の県に行くだけでもいいかもしれないね。日本ってさ、県によって結構違うじゃん。だからのびはいつか、前にも言ったことあるけど、日本の県全部行ってみたい。日本から一生出ない気がする？そっか、まあ、出たくないなら全然出なくていいと思うけどね。今だったらさ、海外に実際自分が行かなくても、たくさんのさ、ネットという便利なものがありましてね。皆さん、ネットって知ってますか？スマホやらっていうのがあるんですけども、それでね、他の国の写真も見れるし、他の国の情報も得られるし、なんと、他の国に住んでる人とお話もできちゃうんですよ、皆さん。だからそれをするだけでもね、海外に行った気分に味わえる気がする。インターネット最高ネットちょっと知らないかも。知らないな。知らないよね、みんな。そう、知らないと思ったからさ、ネットの素晴らしさをさ、教えてあげようと思ってさ。言語の壁が、まあ、言語の壁はね、多分そろそろね、なくなってくる気がする。AI というものによって。ただね、日本語がね、特別本当にどの言語の中でも難しい言語トップに入ると思うから、難しいんだよね。日本語を他の言語に翻訳するのって、そういう AI とか翻訳機能を使って、どうしても日本語から他の言語にするときに、なんかちょっと変な風に翻訳されちゃったりするときあるんだよね。日本語難しいから。めちゃくちゃ便利ですね。便利ですよ、みんな。ネット。ちょっと便利すぎぐらい。いや、でも本当にその言語の壁は多分なくなる気がする。だって今でもさ、なんか、こう、喋りかけたら、それをそのまんま、翻訳してくれるっていうデバイスあるでしょ。なんか、ホロライブの方が使ってるの聞いたよ、配信で。おはようございます、おはよう。頑張ってください。ありがとうございます。みんなもね、1週間頑張りましょう。起きれて偉い。なんか仕事で消えたような気がする。いや、みんな、前のっぴさ、ディープエールがいいって言ったけど、Google 翻訳とか無視して、ディープエルがいいって言ったけど、いや、みんな、チャット GPT の方が優秀です。皆さん。ディープエールの時代は終わったよ、みんな。チャット GPT だよ、みんな。もう翻訳はチャット GPT にしよう。Like DeepL used to be the best translation site. It's over. DeepL's time is over. It's now ChatGPT. ChatGPT is so much better than DeepL. It's actually good. It's really good. やつ終わったよ。時代終わるの早い。そう？ DeepL 結構しばらく長かったよ。でものびが配信で言ったのは割とちょっと前だったね。いやでも DeepL は結構前からお世話になってるんだけど、のっぺはね、個人的に。チャット GPT すごいよ、マジで。会社でもよく聞きますね。困ったらチャット GPT だって。そう、今回さ、来勤でさ、海外の方とおしゃべりするのが結構必要だったじゃん。それで、エニちゃんがね、使ってて、ちょっとチャット GPT って翻訳までできんのと思って使ってみたら、DeepL より優秀です。DeepL よりも正確な気がします。まだね、数回しか使ってないけど、数回使っただけでわかるぐらい良かった。Oh, I should try ChatGPT 4 is probably even better. That's true. But ChatGPT 4 isn't free.
チャット GPT-4 はね、有料だから、でもね、チャット GPT-3?3.5?3.5? でも全然十分いい。お花火です。教えて AI。チャット GPT 個人情報とかを考えるとまだ怖い。あれでもそんな個人情報入れてる？なんか、メールアドレスで登録するけど、それ以外で、でもメールアドレスから取れるのか。まあでもな。そんなこと気にしてたら何も使えなくなっちゃうから、のびをもう使っちゃってる。そう、だから皆さん、英語の練習とか、英語の翻訳ね、チャット GPT おすすめです。使ってみてはいかがでしょう。チャット、AI が使うのがまだ怖い方は DeepL でいいと思うけど、正直 DeepL よりチャット GPT の方がいいよ。びっくりした。すごい、本当に。メルアドなんて使い捨てにしとけばいいんだよ。確かに、そうだよ。怖いんだったら使い捨てにしちゃえばいいんだよ。そうだ。それがあったわ。それでいいんだよ、みんな。なんだ。はい。確かにね。それでいいんだよ。だから、Meanwhile, Google still translates stream as stream. でも、ストリームって言葉結構使うくない？今もう日本でも。どう？みんな。今ね、英語のコメントの方が、Google 翻訳は未だに英語の配信をストリームって風に翻訳するんだって。でも、ストリームでも全然、伝わるよね、今ね。でもストリームよりやっぱ配信か。友達がチャット GPT で作文の検索してそれ書いてたな。いや、わかる。いや、今の学生さんね、チャット GPT 使えるよ。ただ、チャット GPT とか AI 対策のソフトもできちゃってるから、みんな気をつけて使うときは、本当に。丸パックリしちゃったらダメだよ。バレるから。バレたらマジでやばいよ。ストリームはちょっと前って。どういうこと？古いってこと？ストリーム古いの？ライキーの翻訳はベース Google 翻訳っぽいです。そうだよね。多分なんかそういうゲームとかにインストールできるのが Google 翻訳が今までそれが主流で、それしかまだ今ないんじゃない？アップデートされてないから。意味はわかるけどカタカナ語が欲しいわけではないのですよ。確かにな。That's true. So yeah, I guess stream isn't right. 配信 should be the correct translation. チャット GPT が作った小説を読む朗読とかやってみたら面白そう。待って、すっごいいいアイディアじゃん、それ。やってみようか、それやってみようか。そしたらさ、権利とかさ、正直さ、関係なくない？ちょっと、アイディアリストに入れるわ。チャット GPT 朗読。定期的にね、のっぺ思いついたことはね、書き留めないと忘れちゃうからね。いろんなことあるから。絶対面白いね。とかさ、その場でみんなにお題を聞いて、そこでその場で作るとか、なんかキーワードをさ、みんなから、ランダムで、コメント欄からピックアップしてやったら面白いかもしれない。Some VTubers did those streams. You can ask them if they know about Noppy. Wait, what? What do you mean? What do you mean? ね、面白そう。自分で書けないプログラムを書いてもらうのにチャット GPT 使ってる。うわー、めっちゃ便利じゃん。何でも使えるじゃん、チャット GPT。By them, I mean ChatGPT. Oh, so some VTubers... Oh, okay. チャット GPT に、のぴのこと知ってるっていう話とかか。確かに、2時3時の方でやってる人いたね。Yeah, I saw that video from, 2時3時。I think it was 月のミトさんかな？月のミトさんのね、動画面白いよね。見た。キャラ設定もコメント欄が作る。そう、そういうのいいかもしんない。チャット GPT で英語で書いた小説を日本語訳していくとかも面白そう。チャット GPT、確かに、それも全然いいかもしんない。面白いね。チャット GPT 使う配信今度したいね。Yeah, you get some really funny responses sometimes. Yeah, I know. I saw. They're really funny. ね、あれも面白かったよね。いやー、やっぱり、まだね、チャット GPT にはね、VTuber 業界はやっぱりまだ新しいから、なんだ。
アップデートされてない情報がいっぱいあるから間違ってたけど、あれさ、いや、それ間違ってますよ。合ってる情報はこれですよって教えたらさ、ちゃんとチャット GPT さ、全員の文の中で更新されんのかな？それとも自分が使ってるチャット GPT だけかな？どうなんだろう？気になるよね。いやー、チャット GPT は本当に面白いけど同時にちょっと怖いよね。だから怖い気持ちはすごくわかる。でもそうね、悪いことをする人がいるからそういう怖い考えになっちゃうんだけどね。悪いことしない人が減れば、悪いことしない人が悪いことをする人が減ればいいのにな。日本語がめちゃくちゃ。お花火学校頑張ります。おはよう、学校頑張ってね。偉い。気をつけて頑張ってね。気をつけて行ってね。そろそろ出勤すれば行ってきます。行ってらっしゃい、出勤。頑張ってください。通勤気をつけて行ってください。頑張ってね。全員の中でのはずです。全員の中。本当にすごいじゃん。いやー、楽しみだね。楽しみだけど、ちょっと心配だけど、楽しみの方がのっぴの中では高いかな。お水。水うま。Hi, Miss Snoopy. I came here. Hello, good morning. ちょっとだけね、英語直すって言ったらね、I'm here の方がね、いいかもしれない。I came here じゃなくて、I'm here の方がいいかもしれない。毎回ね、確かいつも、英語で、挨拶してくれてると思うんだけど、I'm here の方が自然かもしれない。なので、ぜひ、今後から I'm here を使ってみてください。なんかね、よくさ、コメントでね、のぴはね、英語の先生だからコメントで、英語の練習してください、ぜひって言うけど、なんか、ね、みんなね、頑張って英語をコメントしてくれる人がいてくれてすごく嬉しいし、見てて、なんか、ハッピーな気持ちになる。同じこと言ってるわ。なるんだけど、たまになんか、間違ってる時、これは直してあげた方がいいのか、指摘してあげた方がいいのか、どうなんだろうってめっちゃ悩むんだよね。どうなんだろう、英語使う方。コメントしてる側からしたら、毎回ね、指摘はね、その配信によってできないかもしれないけど、指摘する余裕があったら指摘してほしいのかな？それとも、言ってもらわない方がいいのかな？どうなんだろう？英語の先生としては、指摘して直してあげた方がいいのかなってこうね、全然教えてくれた方がいいでしょ。本当にオッケーオッケー。なんか、今までちょっとどうなのかなーって、頑張って英語打ってくれてるから、指摘しない方がいいのかなーって思ってたんだけど、指摘してもらったら覚えるから指摘してもらいたい。オッケーオッケーオッケー。よかったよかった。じゃあそうします。指摘しますね、今後余裕があるときは。毎回はね、できないかもしんないけど、こういうまったりしたね、配信の時とかは全然できるので、じゃあ今後、指摘してきます。添削ありがたい。本当に？じゃあ、やっていきます。添削。待って、来金さ、ぼーっとあんまり考えながらやってたらすげえやつ、なんかゲットしたんだけど。アルミニウスゲットしたんだけど、なんだこいつ。超三角ボディじゃん。逆三角ボディじゃん。しげときさん、ありがとうございます、パチャ。そろそろ出勤時間なので、残りアーカイブで見ます。来勤献上できるよう頑張ります。ありがとうございます。みんなでね、来勤頑張りましょう。無理なく楽しく頑張りましょう。私も英語頑張ろう。いや、頑張って、みんな頑張ってほしい。ナイスパー。ありがとう。そう。なんか定期的にね、のぴ先生の配信を見てたら、英語はちょっとなんか聞き取りが、上がった気がするとか、のぴ先生の影響で、英語系の配信者見始めましたとかってコメントとかもらってすごくね、嬉しい。貢献か貢献です。はい、ありがとうございます。貢献はね、昨日の漢字の語で出てこなかったからね。って言っても昨日の漢字の語で覚えたやつ筆跡しかないわ。筆跡しか思い出せないや、昨日やったやつで。貢献ね。いや、今までずっと間違って読んでたってことだわ。
のぴ先生が見つかれる側になる。あ、そうなんだ。あ、でも、健常は漢字同じだ。健常と貢献の剣は同じか。なるほどね。だから余計間違ってたのかもしれない。大正解、やった。待って、昨日の漢字言わないで。待って、なんだっけ、遊ぶに説なんだっけ。遊ぶに説なんだっけ。それは匹敵だけど、遊ぶに説なんだっけ。言うじゃなくて、わかんない。思い出せない。融絶。融絶融絶わかんない。思い出せない。思い出せないよー。思い出せない。おはようございます。今週も寝坊した。全然大丈夫で。おはよう。起きれて偉い。おはよう、おはよう。ゆうぜ。あ、猫ちゃんレイドありがとう。ありがとう。子猫の皆さん、おはようございます。今日もね、まったりとした朝活をやっております。まったりとした朝活やっております。猫ちゃんの朝活は基本 1時間なの？どうなんだろう。遊説か。遊説。遊説、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 遊説。漢字覚えるように頑張る。遊説、遊説、遊説。おはようございます。おはようみんな。子猫の皆さんも朝起きれて偉いですね。偉い。偉い偉い。今週も皆さん頑張りましょう。学校行く方、仕事行く方、みんな頑張りましょう。遊説、遊説じゃなくて遊説。遊説、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 遊説。今来た人やべえって思うよな。何言ってんだって。猫先生の引率レイド。筆跡覚えただけで学び。Good morning, good morning. おはよう、good morning. いやー、何を言ったんだっけ。あ、そうだ。レイド地味に初めてで嬉しい。レイド地味に初めてで嬉しい。レイドされるってこんな感じなんだね。でもレイドはやっぱりツイッチとレイドは全然違うんだね。ツイッチとのレイドの仕方が全然違う。いや、YouTube のレイドをもうちょっとなんか、こう、普通になんかこう、当たり前になってほしいな。Good morning! のぴ先生、Good morning! Good morning! おはよう。おはよう、おはよう。時間被らない。そう、時間が被らないからさ、のぴがレイドは猫ちゃんに一回したことあるけど、レイドはしてもらう側にはなったことなかった。今来ました。おはようございます。遊説に混乱してます。昨日の漢字の号で遊説を覚えて、また今日コメント欄に書かれて覚えてなかったから覚えるために遊説を何回もリピートしました。猫ちゃん、なかなかのぴちゃんの前に配信終わることないですからね。確かにのぴが最初だもんね、いつもね。いや、猫ちゃん配信スケジュールやばくね？大丈夫？無理しないようにね、猫ちゃん。本当に。おはようございます。おはよう。子猫のみんなは、これから学校かな？仕事かな？それとも単に起きただけかな？おはよう、おはよう。休み休みで行きましょう。ね。ほんとだよ。みんな無理せず、楽しく。細く長くやった方がいいのか。太く浅く、なんだっけ？太く浅くか細く長く？ Good morning! You're up early! I'm not technically because it's no, it's almost 3. It's almost 3 in the afternoon. It's morning in Japan time though. Good morning! のぴ先生は箱の外にレイドしてますね。そうなんだよ。だってみんなテラメタルの先生いないからさ。そろそろ時間なので行ってきます。またアーカイブ見直しますね。ありがとう来てくれて。いってらっしゃい。気をつけてね。頑張ってください。そう。テラメタルの先生がいれば全然テラメタルの先生にレイドするんだけど、いないし、あと友達作りたいから、ちょっと最近友達作りちょっとおろそかになってるからまた頑張んないとな。いやーもう作業がいっぱいありすぎて、もう作業の方先に終わらせないとだな。Alright, good afternoon then, good afternoon.
Is it morning where you are? Or is it afternoon, night? 朝ごはん食べながら聞きます。お、猫ちゃん朝ごはん何食べんの？テスト寝てて。テストか。頑張って。テスト。本当にテストだけは嫌だよね。本当にテストだけ嫌だよね。頑張って。頑張って。いや、のびもね、学校の勉強と宿題とか授業はいいから、テストだけなくしてほしい。もうテストがなかったらもうどれだけ宿題やってもいいよって思うぐらいテスト大嫌い。おはのぴです。おはよう。働いてきます。朝からありがとうございました。頑張ってください。いや、こちらこそ朝から見に来てくれてありがとう。頑張ってね。一週間頑張りましょう、みんな。It's currently midnight in France. Oh! You're in France? I was just talking about going to France for the first time. I went to France earlier this year for the first time. すごい、フランスの方。いやー、さっきちょうどね、フランスに初めて行った話ちょろっとしてたんだよ。テストは資源の無駄遣い。Oh god, did you enjoy it? Yes, I did. I enjoyed it. Oh my god. The bread in France was the best bread I ever had. Like, seriously. もう、フランスのパンが、もう人生で一番食べたパンの中で一番美味しかった。日本のパンも美味しいんだよ。Japanese bread is also really good. Like, before I had French bread or bread in France, Japanese bread was the best that I've ever had. But, I'm sorry, Japan. France does it better. マジでみんな、日本のパンも美味しいけど、今まではね、日本のパンがのっぴの中で一番美味しいパンだったんだけど、フランスはやっぱり本場です。皆さん、フランスに行く機会があったら、本当にフランスのパン食べてほしい。本当に美味しい。Was it baguette? Yes! Baguette was! Okay, oh my god. Baguette was the best thing ever. Like, seriously? I don't know. Oh my god, what do you guys put in there? It's so good. 本当に美味しかった。バゲットが超美味しかった。クロワッサンみんな言うんだけど、like, I don't know, people who go to France always say it, like, always talk about croissants, and the croissants are good too. The croissants were good too, but I'm a baguette girl. I'm a baguette girl. マジで美味しかった。フランスパンはガチ。猫ちゃんフランス行ったことあんの？美味しいよね。口ズタズタになりながら食べるのが最高。いや、待って。フランスパンは、出来たてはふわふわでね、そんな口ズタズタにならないから。口ズタズタにならないから。やっぱ焼きたては柔らかくて美味しいから。No, everyone in chat is saying that French baguette makes it damages the inside of your mouth because it's so hard. That's not true, right? Like, freshly baked baguette is so soft and it doesn't hurt your mouth. Like, if you're eating like a day old baguette that's not like heated up, maybe, yeah. But all the baguette that I had was so good, and like there was a really, really good bakery near the place that I stayed at, and there would literally be lines out the door every day. But we would get their freshly baked baguettes. It was so good, and like my mom and I would just like take a bite out of it even before getting to the place we were staying at. It's so good. 美味しいよ。柔らかいよ。本当に柔らかい。It's soft and you can eat it with different oils, making it even softer and tastier. I know! Oh my god! I loved it! 本当にフランスのバゲット美味しすぎて、もう美味しすぎて、そこ、お気に入りのパン屋さんのバゲットを、持って帰ろうと思ったのね。持って帰ろうと思って、ラップに包んでスーツケースに入れたの。Like, I loved it so much. I took one baguette and wrapped it in saran wrap and put it in like a Ziploc bag and took it back home in my suitcase. But でもね、okay, too much information かもしれないけど、フランスで買った、女の子用の、パッドがね、
匂いがねすっごい強い。なんかこの匂いをカバーするためになんかすごいフレグランスがついてる匂いで、それがもうスーツケース中に充満するぐらい強い匂いで、それがパンに移っちゃったの。サランラップとジップロックで二重に巻いてたのに、それを貫通するぐらい匂いが貫通しちゃって食べれなくなっちゃったの。そうしたら実家なら行ってきます。行ってらっしゃい。So yeah, like I bought feminine, what do you call those? Like menstrual pads in France because I got my period there. And like the one that I got like had a really strong fake fragrance to like cover up the smell, you know? And I had that in my suitcase, and the smell was so strong that it like spread to everything in my suitcase. So like the baguette that I took back had that smell. Like the smell went through the saran wrap and the Ziploc, and I couldn't eat it anymore. I was so sad. Like I tried eating it, but like every time I took a bite, I can taste the flower scent. It was so gross. I was so sad that like the last French baguette I had, like the last memory of French baguette is the smell of flowers. Like smell of bad flowers too. 本当に数口食べてみたんだけど、食べるたびに匂いが口の中でうわーってなって、うわっって感じでもう泣く捨てた。本当に可愛い、悲しかった。I had to throw it away. I was so sad when I was throwing it away. 食べてみたよ。いや匂いだけだから食べても大丈夫かなと思ったら、もう食べても匂いがすごすぎて。I know, it was so sad. I was so sad. のぴ先生は世界各国訪れてますね。何カ国か制覇されてるんですか？いや、意外とそんなことないの。のぴが行ったことある国は日本、マカイ、フランスで、上海ぐらいしか行ったことないかな。Sometimes pads smell stronger than perfume, and that's terrible. I know. It was so strong. Are there French shops that sell baguettes near your place? I'm sure there are. I haven't been to one yet. I'm sure there are, but I'm sure it's not like it can't beat what I had in France. 匂いで味の半分決まりますよね。そう。すごい匂いがきつかったんだよ。移動魔法もっと練習しないと。いっぱい練習するイコールお金お金匂いって食べ物にとって大事な要素なんだな。本当にそろそろ出勤時間です。行ってきます。行ってらっしゃい。出勤気をつけてください。頑張ってね。いや本当にでもね、フランスまた行きたい。あとね、フランスの料理普通にうまいの。French food is like good in general. Like I didn't know what to expect. Honestly, the only thing I was expecting was bread because I didn't know what French food was. But French food is so good. It's so good. フランス料理って何かよく分かってなくて、もうパンっていうイメージしかなかったの。パンとケーキだ。パンとお菓子、ケーキとチーズ、あと。So like the only image I had of France was bread, pastries, and cheese. 関さん、移動魔法の練習試験たち、ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。Ooh, what did you try? I had, okay, there's this one place that I went to. There was it had a risotto, cheese risotto with squid and sausages. That was like the best thing ever. It was so good. Oh my god, like I want to go to that place just for that again. It was so good. フランスで一番のピが印象残ってた美味しかったのはチーズリゾットにイカにソーセージ。もう超美味しかったの。もう本当に美味しかったの。Oh my god, it was so good. Hello. I'm talking about France. I'm talking about French food right now. It was so good. But like in general, I feel like French people really value like the taste, like the flavors from the ingredients. So like all of the French food is very like
bland if you say it in a bad way, but I like everything bland because like that means like the chef is really, you know, なんか素材の味が大事にしてる。初見さんおはようございます。 Good morning。 朝飯食べる場合何食べるんですか？今ちょうどご飯の話してます。フランスのご飯の話してます。 But like so like I really like my food like lightly flavored because then you can really taste the flavor of each ingredient, and I really appreciated that about French food. フランスの料理って味が薄いんだけど、のっぴ味薄い方が好きだし、味薄い方が好きな理由は素材の味がすごいわかるから。で、フランスの料理ってすごい素材を大事にしてる感じのをしたんだけど、だからそれがすっごいのっぴ個人的にはすっごい刺さった。おはようございます。おはよう。Oh yeah, it was so good. And also French people eat a lot. フランス人ってめっちゃ食べる。だってフランスのコース料理あるじゃん。なんかコース料理って聞いたらさ、なんかでっかいプレートの真ん中にちょこんとかって想像するじゃん。そんなことないの。ちゃんと1プレートずつちゃんとこれからコース料理ですねよね。しょっぱなからこんなにあったら最後どうなるんみたいな。おはようございます。おはよう。毎週月曜日飯テロの時間いや毎週そんなことなくないどう？でもそっか、毎週何かしらご飯の話してるわ。朝活の月曜日で。No, like French people eat a lot. Like I thought like when Japanese people hear like a course menu, they think of like a big plate with like something little in the middle. But like no, all the courses I had in France, like each plate had a good amount of food. It's like from the first plate, it was like a decent amount, and my mom and my aunt and I would be like, wait, we're having a course meal, right? Like this from our first plate, we're not gonna, that's a lot of food. We even have dessert. 本当に量が多いので、それをペロって食べちゃうんだよみんな。すっごい。コース料理そんなのお持ち帰りできますか？できんの？わかんない。いや量多いなって言いながらのっぴたちはみんなペロッと食べてたんですがお腹パンパンにして食べてたんですが、どうなんだろう。フランスの方いるから。There is a comment in chat, a Japanese comment in chat that's asking, can you take home the leftovers in France? Like we never did that because we ended up finishing it all anyways, even though we said it's a lot of food. Is taking home leftovers okay? Is that like okay in France? Seems like you really enjoyed the trip. I really did. The food was phenomenal. Like I want to go back. You probably can if you ask. Oh, okay. いいんだって。聞いたら大丈夫だって。持ち帰っていいですかって言ったらいいんだって。魔界とかは全然ね、持ち帰り当たり前だからいいんだけど。If it's a fancy restaurant, it might be weird though. Oh, okay, okay. なんかちょっとおしゃれすぎるレストランだったら変かもしれないだって。だからそれはもうTPO ですね。時と場合を考えて聞きましょうね。初見さんいらっしゃい。おはようございます。テラレタ学園で英語教師しております。ノピトリオペです。魔界出身、魔界育ち、現在も魔界から配信しております。魔界はですね、午後の3時22分でございます。時間で察してください。おはようございます。フランスは街並みが綺麗。本当に街並みが綺麗。外で食べられるところも多いので、道の外でコーヒー飲んでる方とか多いと思います。そう。Yes. And there's another comment saying that France, the city of France is just beautiful. 本当に綺麗だった。時間で察してください。Fancy restaurants probably don't offer huge courses anyway. That's true. They kind of think about the portions, I feel like. But like even if it's not a fancy restaurant, the food was so good. And like, I don't know. I went to Paris. I did go to Paris. 時間で察しさせるのね。そう。だってさ、魔界育ちです。今も魔界に住んでますって言ってもさ、はってなるじゃん。ということはどこって感じになっちゃうから、もう時間を言っていくのが一番いいかなと思った。はい。
そういえば魔界って英語でなんて呼ぶことにしたんですか？考えてない。考えてなかった。待って、今2人さ、英語喋るコメントの、方がいるから。Okay, to those English speakers right here, I'm still figuring out what I should call makai in English. Like, I haven't found a good word to describe makai in English. Like, it's not the underworld. Like, the closest I'm thinking of is like the magical world. But that's like really long, and I don't know if that's like, I don't know. Like, is there another word that I just haven't thought of that would be a good translation for makai? Makai is basically like, kind of like the underworld or the magical world, but is there like a phrase, like a one word thingy that means that I just haven't found? Twitter でも国旗違うよ。あの国旗魔界の国旗だもん。マジカルワールドだけ聞き取れた。そう、Underworld だと本当になんか地獄みたいな魔界なんていう意味になっちゃうし、Magical World だと魔法の世界になるから、それでもいいんだけど、なんかもっと一言で簡潔に言えるのないかなって思って。I'm not good with both English and Japanese, so I don't know for sure. Oh, that's okay, that's okay. I looked it up and one of the translations was hell. I know, it's not hell. Hell is 地獄。そう、魔界って英語に翻訳すると、翻訳のリストに hell 出てくるの。hell って地獄のことなんだよ。だから、it's not hell. It's not hell. Maybe the magical world? I don't know. 魔界にもいろいろあるんだね。そう。いろいろあるみたい。Wait, let me look it up too. 魔界。魔界 Demon world. See, it's not a demon world either, because I mean, it could be a demon world, but that's not what I'm looking for. Demon world. 魔獣の世界っていうのも出てきちゃうし。おはようございます。初見さん。わ、今日初見さんいっぱい。初見さんいらっしゃい。今日もまったり話してます。魔界出身、魔界育ち、現在は魔界からも配信してます。のぴちりゅうぺです。魔界は午後3時26分です。あとテラメテラ学園で英語教師もしております。そろそろ学校に行くので失礼します。学校行ってらっしゃい。頑張ってね。頑張って。気をつけていってね。Some say underworld, but it's probably still not the same what you mean. Yeah, it's like not the same. The magical world is like the closest I can think of. So yeah, I don't know. バイト行ってきます。うわ、バイトか。偉い。頑張ってね。気をつけて。頑張ってください。学校行ってきます。行ってらっしゃい。あ、そっか、もうそろそろみんな学校の時間かな。行ってらっしゃい。魔界を掘り下げるというめたい話になりがち。ほんとだよ。めたくなっちゃうわ。いやでもいいんだ。のぴは別にね、そのめたい話定期的によく出してるから。全然抵抗はないです。そろそろ出勤なので失礼します。いってらっしゃい。いってらっしゃい。時計さんいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。なんかラーメン屋さんみたいになっちゃった。ツイステッドは調べたら歪んだという意味らしい。ツイステッドって言い方もあんの？初めて聞いた。What do the world of Harry Potter call? Wizarding world. そうだ、それだ。Wizarding world. I mean, it's kind of close. I hate school. Me too. I didn't like school. I mean, school has some good parts. いらっしゃいませ。学校はね、学生の頃は学校嫌だよね。でもな、みんなね、大人になったらね、仕事するより、でもどうだろう。のぴはね、学校よりも仕事の方が好きかもしれない。なぜならテストがないから。それでかいんだよね、のぴの中で。本当にテスト大嫌いすぎて、学校でテスト受けるよりも仕事した方がマシなんだよね、のぴは。何倍も。あと宿題もないし。へいらっしゃい。そろそろ学校の準備するので抜きます。全然大丈夫です。学校の準備頑張ってね。ありがとう。Classes start again tomorrow. Oh, are you a student? I see. Did you enjoy your summer vacation? おはようございます。おはよう。
大人になってもテストあるんやで。まあ、それはさ、自主的にやったらじゃないの？仕事でテストあるところもあるんですぜ。そうなの？知らなかった。あ、今週テストだ。勉強頑張ろう。遅れました。この日全然大丈夫だよ。おはよう。I worked during summer vacation, so I could not that much. Oh, I see. I hope you made a lot of money though. 今月テストいっぱいあるね。みんなテスト頑張って。頑張れ。来て早々ですが学校があるんですいません。全然大丈夫ですよ。いってらっしゃい。来てくれてありがとう。My summer vacation lasts one more month. Nice. 今日模試だ。テスト作る側になりました。やばい。おはようございます。おはよう。Moreover, there's a test. I fucking hate school. Oh, it's okay. I know how you feel. It's okay, but like, I don't know. It might depend on the person. I like working better. I didn't like school because I hated tests. But school, there's certain things at school that you can only experience and enjoy at school. Once you become an adult and you start working like a normal adult job, there's a lot of things that you can only do in school. So make sure you enjoy that too. お腹が鳴った。お腹空いた。My stomach just growled. I'm really hungry now. What type of student were you, Nopi? I was like a really normal student, but like it's not like I was super smart or like super dumb either. I was like average. ノビはね、学生の頃はね、普通だった。めっちゃ頭いいわけでもないし、バカでもなかったから、なんか普通。マジで普通。海外に来たちも学校嫌いなんだな。いや、それはもうしょうがないよね。でもそんなことないな。学校が当たり前の地域ではやっぱそうだよね。学校行ってきます。いってらっしゃい。のぴ先生、今日も朝活お疲れ様でした。ありがとう。来てくれてありがとう。頑張ってね。学校。数学テスト毎回頑張ってます。点数一桁。ごめん、笑っちゃったよ。I shouldn't be laughing. 笑っちゃったけど。Note, school and uni is the best time to watch VTubers. Make sure you also study, right? Okay? Because VTubers, I'm sorry, but a majority of VTubers will not make you smart. Actually, they might actually make you dumber. Including myself. Like, I can only help Japanese people who are learning English. I can't help English people, like English speaking people, because you guys already know. You guys might even be better at English than me. Good morning! 通勤しながら見てます。ありがとう。通勤気をつけてね。学校卒業した後の出会いのなさはどうしようもないですね。それ一番でかい。Teach us Japanese instead. That's true. I might actually do that on Twitch. Like if like there's like 需要って日本語で英語でなんて言うの？需要。If there's a demand, I will actually consider doing that on Twitch. Good morning! This is my first time here on channel, but I had to get ready for work. Sorry for the help of Deepbell. I hope today is a good day for you. No, that's okay. ありがとうございます。おはようございます。お仕事頑張ってくださいね。ちなみに DeepL よりも ChatGPT の方がおすすめです。でもDeepL も全然使えるので、ぜひ今度ChatGPT 使ってみてください。We get to practice our Japanese listening skills though. That's true. Yeah, so like, I'm gonna keep YouTube like this. Like, I'll be speaking like 80% to 90% Japanese. And then on Twitch, I'll be speaking 80%, 90% English. But like, I probably only will start with like 1 to 2 streams per week on Twitch. So YouTube will still be my main platform. So yeah. But yeah, if you watch streams on Twitch, I would love to see you there too. そろそろ学校行ってきます。いってらっしゃい。今日も楽しかったです。ありがとう、スノッピー。学校頑張ってね。Sure, sounds absolutely fair. Yeah. I guess like, you know, all my gem mates are Japanese and they live in Japan, and even art management is based in Japan and all the staff is Japanese, and I don't think
I think only like one staff member is can kind of speak English. So like if I do too much English streams, they also can't monitor me, which also means I can do whatever I want maybe. But I want to, I don't want to like give them a heart attack or anything. Apparently I almost did give them a heart attack during my gorilla stream a few weeks ago. あ、なしこさんありがとうございます。これ、ラストネームなんて読むんでしょう。あ、2回もありがとうございます。これ、これちょっとごめんなさい。この名字の名前漢字本当に弱いんです。なんて読めばいいんでしょう。これ、7、7、7？なんて読むんでしょう。ごめんなさい。まだいるのであれば読み方教えてくれると嬉しいです。Don't get too wild. I'll be fine. I'll be fine. I might just be a little bit more... I might just be a little less PG-13 on Twitch. I don't know. Because on YouTube, I have a lot of younger viewers on YouTube. So I want to try to be PG-13 here. But I feel like on Twitch, it's going to be less. The age range is going to kind of go up a little bit, I feel like. 七しのか。確かに、しのなんとかっていう名前の名字の芸能人いるわ。I'm glad you're studying Japanese. いやみんなね、のぴのね、英語見てる方、のぴの配信見てる英語圏の方は日本語の勉強にもなるらしい。So we can expect a lot of swearing? Yeah, but also my swearing, so like I don't swear that much on a daily basis. So like my swearing vocabulary is very limited. めやもななしのなしこ。OK、ななしのさんありがとうございます。Oh, is Spanish your main language? ななしのとか、そういうことか。ななしのでそういうことか。なるほどね。出勤の準備するんで落ちます。通勤頑張ってください。気をつけてください。先生の朝活楽しいです。よかったです。配信お疲れ様です。ありがとうございます。True, the audience is different on both platforms. Yeah, I think I'm gonna have a lot of fun with that because changing things up a little bit. Also, I've been like streaming and talking in Japanese too much that recently my English is kind of getting bad, which is not good as an English teacher. So yeah, I need to like increase the amount of times I speak English. Like as a bilingual, I don't know. バイリンガルあるあるなんだけど、どっちかの言語に偏っちゃうと、もう片方が本当にね、下手というかなんかこうなんだろう、途切れじゃなくてなんか突っかかりやすくなっちゃうんだよね。で最近本当に日本語を話す量が一気に増えちゃったから配信とかのでね。英語の方がちょっとねおろそかになっちゃってて、英語はちょっと微妙に最近なり始めてるから、ツイッチでのね英語メインの配信でねちょっとねバランスを取りたいなって思ってる。I have 3 subjects to test. I'm still pretty good at English, but I'm really bad at math and Japanese. And during the test, I whisper, what the fuck is this? I'm really bad at it. It's okay. I was really bad at math and anything math related and science related and social studies too. So everything except for like English, Japanese, I was bad at. わかるよね。バイリンガルあるある。本当に。Say, my French became so bad after listening to English and JP VTubers too much. So here we have a trilingual here. I guess it's the same for like anyone who speaks multiple languages then, huh? 先生の英語力に影響出てちゃうのは困りますね。そうだよ。英語の先生なんだからダメだよね。ダメだ。そうなんだよ。だからね。まあ最初は週1回ぐらい程度だけど、ツイッチは。でも徐々にね、半々ぐらい。まあ YouTube より多くなることはないの。まあ YouTube より多くなることはどうなんだろう。まあ週によってあるかもしれないけど、まあしばらくはないだろうな。友達の名前がすごい難しかったの思い出した。友達の名前漢字はってことかな。学校行ってきます。朝からのぴ先生の声聞けただけで頑張れます。お疲れ様でした。ありがとう。学校気をつけていってね。
1週間頑張ってください。大変ですね。そう、まあ、しょうがない。しょうがない。その分、あれだよね。その分なんだ？何を落としてたんだ？わかんない。まあね、バイリンガルあるある。多分、でもさ、言語を勉強してる方はみんなそうだよ、と。だからみんなもね、日本語がメインでも、今後ね、違う言葉を勉強することになったら、そっち集中しちゃったら、もしかしたら日本語が微妙になってくる日が来るかもしれない。のぴ先生きっかけで英語話したくなってネイティブの英語と話す、英語の方かな？英語の方と話すようにしてたら、ボキャブラリー増えたねって褒められて、うわー、すごい偉い、すごいすごいすごい。もうそういうコメントとかそういうこと言ってもらえるのが本当にすごく嬉しいです。本当にのっぴの影響で少しでも英語がね、上手になったとか、英語が好きになれたとか、英語の勉強を始めましたとかっていうのを聞くのが本当に嬉しいです。すごい偉い。と水足そう。Get some more water. いや、すごい。でも本当に好きなものを通して言語を勉強するのってなんか普通に教科書とかドリルとかを使って勉強するよりも早いよね、やっぱりね。好きなものを通してやるとなんでこんなに理解力が変わるんだろうってぐらい違うよね。だから本当にね、何か勉強したい時に自分が好きな楽しめるものを通して始めるのが一番いいと思う。それで徐々になんか普通のトラディショナルな勉強の仕方も取り入れたらいいかもしれないけど、最初はね、入りはそういうやり方が一番効率的にいいと思う。まあ急いでなければね、なんかテストとかのために急いでなくて、こう余裕持って勉強できるのであれば、それが一番自分のメンタルにもいいよね、多分。英語はタイピングが追いつかないからまたコメントできないけど、のぴ先生の英語は聞き取れるようになりたい。いや、全然大丈夫だよ。ゆっくりでもいいんだよ。全然時間かけてくれても大丈夫ですよ。のぴ先生の配信で聞き取る力を補いますかな感じ。合ってから習うより慣れろですかね。そうだね、そうだと思う。のびも学生の頃に前に話したかも。培う、全然違った全然違った培う、なるほどですね。培います。培ってください。お仕事行ってきます。おつなび仕事頑張っていってらっしゃい。培いますですね。培う土辺って呼ぶのそれ。土辺があるからなんかちょっと覚えやすいかもしれない。リスニングで点数が取れるようになりたい。そうだね。そっか。英語の勉強するとリスニングのなんかカテゴリーみたいなのもあるのか。そうだね。リスニングはね、多分もうそれはいろんなネイティブ、そのテストの時に英語もさ、日本語と同じで方言みたいにアクセントとかあるじゃん。そのテストの時に何アクセントで聞くかにもよるかもしれない。だってのびもね、未だにどこだろう、どこの国が分かりにくいかな、どこの国の方の英語が分かりにくいかな。いやでも普通に英語圏出身じゃない方が英語喋る時のアクセントが強いとやっぱりね、ちょっとね大変。まだだから英語勉強してる方がアメリカへイギリス英語と魔界英語のこう違いがわからないっていうのはすごくわかるから、まずは勉強した方がいい英語の発音で勉強した方がいいと思う。いろんな地域の英語を聞くとかじゃなくて、最初はまず一番勉強しなくてはいけない英語で慣れてから他のアクセントに行った方がいいと思う。難しいよやっぱり
お花ピーめっちゃよく寝た。いっぱい寝れて偉い。英語の先生が言ってた。あ、本当に言ってた？一般論として、なんとか英語のこと、イギリス英語の話なら別に言ってもよかったのでは。確かに。確かに。もうなんか自分でも LINE がわかんなくなってる。自分でも LINE がわかんなくなってる。英単語の覚えやすい方法はありますか？英単語の覚えやすい方法は、やっぱり、フラッシュカード、一般的なフラッシュカードみたいなのもあるし、あとはなんか身の回りにあるものとかだったら、なんか、スティッキーの、日本語でなんていうの？ペタペタくっつけられるさ、ノート、メモ帳あるじゃん。それとか、まあ、テープでもいいけど、なんか例えばドアだったら、door って書いて貼っつけたりとか、なんか、そういうのとかやってもいいと思うし、あとは、まあ、すごい子供とかに向けてやることであるけど、これはもう大人子供関係ないと思うけど、なんか、よく座ってる場所、例えばトイレとか、よくトイレとかにあるじゃん。なんかトイレの座った時の壁に、なんか置いといて、台をしてる時にそれを見るとか。あとは、まあ、1日3つとかでもいいよね。新しい言葉を3つ覚えるとかっていうか、やり方とかもいいかもしれない。ほんとそれは自分に合うやり方を見つけてやってみたらいいかなと思う。中学までアメリカ英語やのに、高校入ってからイギリス英語のイングランドアクセントになってから、なんてってなる。しかも2年の2学期になってからスコットランドアクセントの先生になって、スコットランドのアクセントもわからん。何それ？それはちょっとやばすぎる。まあでもそれで逆にリスニング力がつくのかな？ A common method is making various sentences with that word. Basically, the more you use it, the more likely you're to memorize it. That's true. That's true. 今英語のコメントではいろんな文章をその言葉で作って、いろんな文章をなんか使うことによって覚えるっていうのもそうだよね。あとは本だな、本。I think reading books or even like news articles, but you have to be careful on which news outlet you use because some places are not good. 本読んだりとか、あとはニュース記事はね、その読む場所によるけど、本当に情報がね合ってないクソサイトとかもあるから、ちゃんとしたところを選んでほしいけど、そういう綺麗なお手本の英語を読むっていうのもやっぱりあれだよね。で、読むことによって新しい言葉いっぱい出てくるから、それを読んで、ニュース記事を一番おすすめ理由は、その一つのトピックについてずーっと喋ってるから、同じような言葉が何回も何回も使われるんだよ。だからで、そのニュース記事もそんなに長くないし、大体。だから、1時間以内で読んで理解して、ノート取るとかっていうのがやりやすいから、毎日とか、短い話とかだったら本当に記事短いから、1日1個やるとかでも全然いいのかなと思う。あと、ニュースサイトだと本当に綺麗なお手本になる英語を使ってるから、グラマーにもいいと思う。おしとやかな女の子はクスとか言わないもんね。はい。おしとやかな女の子です。言いません。Indian English is difficult. Indian people pronounce R strongly. That's true, yeah. So like, I feel like people who speak English where English isn't their first language, I still have trouble understanding them sometimes because they're depending on like their native language, certain vowels and letters can sound really different. Yeah. あ、清楚系でした。清楚系だよ。何系だと思ったんだよ。English videos with English subtitles about your favorite subjects might be hard at first, but it really worked well for me. That's true. いや、英語の動画で英語字幕はすごくいいかもね。まあ、できればね、英語の動画に英語の字幕が一番いい。ダメだったら最初は日本語字幕でもいいけど、やっぱり最終的には英語字幕でいけるようにした方がいいと思う。なんならファッキンとかも言わない。のき先生っておしとやかだったんですか？テラメタル学園の中だったら一番おしとやかでない？
清楚でしたね。初期チリューペっていつまでのことを言ってるの？今も初期チリューペじゃないの？ But it's probably for a bit more advanced level. That's true, but there are a lot of sites where like it just where they have like news articles, but they translate the entire thing for you to. Oh, I mean, I guess that's true. Like if you're like a beginner, that's not good. If you're like in the level where you can read sentences and kind of understand them, that's probably where you should start. 初配信ののっぴちゃんまで。え？初配信やそれ。ちょっと待って。初配信まで？嘘だ。だって初配信。What? I'm say so. 待って。Everyone's telling me that I was only say so up to my first stream. 待って、のっぴの配信見るわ。初配信の次が、Untitled Goose Game のクリア耐久でしょ？あの時清楚じゃなかった？初期が本当に初期。だって2回の耐久配信から F ワード言ってたと思うし。みんなの清楚の基準が高すぎるって。Wait. Okay. I think even say so people say fuck in English speaking countries, don't they? Even don't they? Or do they say like fudge? Or like what do they not say even say fuck? I don't know. I don't really watch English speaking VTubers that much. So I don't really know what the say so standard is for English VTubers. でも今で好きですよ。むしろこっちの方がいい。あ、本当に？あかん電車の中で笑っちゃう。清楚、かっこ魔界基準。お嬢様言葉で喋ろう。お嬢様言葉に喋ったからって清楚になるわけじゃないんだよ。クソおじとか言ってた。あ、そうだな。確かに言ってたな。そう言ってたな、確かに。Depends on how they say it, I guess. It's kind of hard to answer. Say so can be both the swearing part and the other part. そっか、英語系の VTuber も清楚の基準が微妙らしい。清楚でもファックは言ってるらしいよ。でもそれは本当に状況によるらしいから難しいな。ゴリラ配信でイメージ変わっちゃいました。ゴリラ配信ってだってそんなに別に普段と変わってなくない？ただテンションが爆上がりみたいな感じだったでしょ。クソおじ夏い。ほんとだね。いや、未だにさ、エンドコンテンツ終わらせてないんだよね。終わらしたよね、せっかくだから。本当に。清楚ってなんだっけ？確かに。本当だよ、清楚っていう定義すらよくわかんないよ。もう VTuber 業界で清楚って意味すらよくわかんなくなってるよ。But honestly, most English-speaking VTubers swear at least sometimes. I feel like this is just my personal like impression because I don't really watch English VTubers that much, but English VTubers are very adult. Like they do a lot of adult content. They swear a lot and they do a lot of あれ下ネタって英語でなんだっけ？めっちゃ飛んだ。What's 下ネタ in English? A lot of a lot of sex jokes? Is that how you say it? I forget. 下ネタって like dirty jokes. Yeah, dirty jokes. Yeah. I feel like they do a lot of dirty jokes. It also could just be like the nature of like English speaking countries, like the culture of English speaking countries. I don't know. But that's my impression. Or is that just like the big big VTubers and that's all I see because they always come into my timeline. ゴリラは可愛すぎた。ありがとうございます。直訳すると汚い状態か。そう。Yeah, somehow it's really so. JP culture is very different. Yeah, it's very different. Like, 日本人も下ネタ好きだけど、英語圏との下ネタに対してのなんか感覚が全然違うよね。There's also less stigma for profanities in those jokes. I feel that's true. Yeah, I feel that too. I feel like
I don't know. I'm not sure. It's hard to describe, but it's very different. Like, Japanese people like dirty jokes. They like it, but like, it's very different. I feel like Japanese people like dirty jokes. It's like different. Like, there's like 2 levels of dirty jokes. 好きじゃねえよ。個人差あるよ。確かに。そっか。確かに好きじゃない人もいるけど。そっか。でもさ、いや、申し訳ないけど、これを言わせて。英語圏は、その下ネタ全然普通に言うけど、子供なんか白い変じゃないや。クレヨンしんちゃんのお尻出すとか、あれは英語圏にとったら、はってなるんだよ。はってなるんだよ。あれは下ネタに入らないの？ Like, cause like there's some people in chat saying that they don't like dirty jokes, but like, have you guys seen Crayon Shin-chan? That Japanese TV show where the little kid like shows off his butt and his like pee-pee? Like, you can't tell me that Japanese people don't like dirty jokes after that show. あの番組あれは日本人もはってなる。あ、そうなの？あ、そうなの？あ、そうなんだ。On TV, it's an anime, it's a cartoon for kids. And this little kid, he's like in preschool or something. But like, he likes to show off his butt. And also like in the older episodes, they just show his pee-pee too. なるんだ。あ、そうなんだ。当たり前だと思ってた。日本でクレヨンしんちゃんのお尻とか出すの。学校に行くので落ちます。おつのピーク配信頑張ってください。いってらっしゃい。お疲れ様。I'm sorry to say, but a lot of Japanese people also like うんこ jokes. That's true. 下ネタにうんこ入るか分かんないけど、日本人ってうんこネタも好きじゃない？それは英語圏からしたら違うんだよ。それはね、下ネタには入るんだけど、そういう下ネタは英語圏の人はあんまり好きじゃないイメージ。なんかうんちおしっこ系は好きじゃない。でも日本の方結構うんちおしっこ系なんかでガハハしてない？うんこは下ネタじゃない。違うの？あ、下ネタか。下ネタで合ってる。それだとコモダじゃみんなあんな感じってことになるよ。あの子限定だよ。なるほど。そうなのね。お花ぴとおつのぴでした。だいぶ遅れてすみませんでした。全然大丈夫ですよ。お疲れ様。小学生までかもしらんけど。あ、そうなんだ。そうなんだ。難しいね。難しい。This like, finding this line is really difficult. だからそれを不正しなさいって。だって YouTube 的に別に言っても大丈夫だからさ、隠す必要ないじゃん。 YouTube がいいって言ってるんだからいいんだよ。やっぱ下ネタの基準というか区別が区分けが違うんかな。違うと思う。高校生の Y うんこ言ってる。ブランディング的に大丈夫そう。あ、大丈夫。まためたい話になっちゃうけど、一応学園スタッフさんに確認したんだよ。この学園のそのブランディング的にどうなんですかみたいな。のっぴのブランディング的にどうなんですかって聞いたら、あ、全然大丈夫ですよって言われたから。全然大丈夫ですよって言われたからさ。なんならよ、なんならさ、絵文字の配信あるじゃん。絵文字の授業の配信やったじゃん。で、後半全部めっちゃさ、省いてたじゃん。直接的に言うのがあれだから。なんなら、ああいうのも直接的にもう言っちゃった方がいいですよって言われちゃった。ズバッと言っちゃった方がいいですよって言われちゃった。で、ほんまにと思ったよね。初見です。学校行ってきます。あ、初見さん学校行ってらっしゃい。頑張ってね。月曜日1週間頑張りましょう。幼児の時、うんち出たね、よかったねってなるから、小さい子はうんちって言うんじゃないかな。確かに子供にはさ、直接的にとか言っちゃうよね。うんち出たねとか、うんちしたとかって言うもんね。You didn't even describe the bad emotes that much on that stream. Your say so in my mind. Thank you. 今、英語のコメントだと、絵文字の配信で、悪いやつ全然説明しなかったから、イコールのぴは清楚だって。今起きました。お花火です。お花火。下手に曖昧にすると下ネタになりがち。確かにそういう意味かもしれない。そう、周りくどくしちゃったから余計。でもさ、絵文字結構すごいよ。運営さん分かって言ってるのか分かんないけど、結構すごい絵文字あったからね。
小さい時は言っちゃダメって言われてたら言いたくなるのもある。確かにそれもあるか。そうだね、子供はね、ダメだよって言ったものを全部やりたくなっちゃうから。確かに、某メガネのロボッコもうんちで笑ってたけど。まあね。まあ、のっぴはね、本当にその日本の文化もあるし、魔界の文化もあって、下ネタの、体制は全然ある方だと思ってるから、で、言うのも別にいいし、聞くのも全然いいかな。ただ、セクハラ的なものは嫌かな。言うのも、言われるのも嫌かな。それだけ。それだけ嫌だけど、それ以外は基本 OK だな。せやな。ほな、清楚やな。清楚やな。そう。清楚や。清楚です。そろそろ電車から降りて自転車に乗り換えないといけないので失礼します。おつのぴでした。お疲れ様、ありがとう。自転車気をつけてね。ありがとう。来てくれた絵。あ、もう時間そろそろ2時間経ったか。経ってない？あ、経ったか。経ってるよね。じゃあ、のびも作業いっぱいあるからさ、今日もちょっと、この辺にしよっか。今日でも車検さんいっぱい来てくれてすごいなんか新鮮だったな。のぴちゃんは清楚先生は可愛い清楚You're say so for me, but my standards are very, very low. I get it. Like once you watch in EN VTubers, I feel like your standards kind of are pretty low. そろそろ学校行かないと。そうだね、みんなもね、そろそろ学校とか仕事行く時間だよね、多分ね。いやー、時間的にいいタイミングかな。ちょっとさ、レイドできる方いるかしてみようかな。レイドいないだろうな。いや、ちょっとVTuber のお友達作りもうちょっとやらないとな。レイド、ほんとテラメタルの学園の先生たちがいないからさ、レイドが、一人おる。最近、でももう一人仲良くなりたい方がいるの。もう一人仲良くなりたい方がいるんだ。その人はまだツイッターとか、てか認知されてないから、認知してほしいんだ。仲良くなりたいから認知してほしいの。25分まで学校にいないとしばかれる。しばかれないように行こう。ちょっと待って、今どんな感じの配信してんのかちょっと見に行こう。いきなりのぴのこと知らないからさ、いきなりすると、ちょっとびっくりしちゃうだろうから。礼儀正しく挨拶するやつ。そうだね。いや、どこの配信に行っても礼儀正しくしてほしい。ほんと配信始めたばっかりなんだ。それでなんか、朝活で、高評価1000個耐久してるな。じゃあみんなで、応援しに行こうぜ、それで。これから、レイドする方はですね、前にも、V 所属、ソニーさんがプロデュースしてる VTuber グループ V。この前はね、音門るきさんのことレイドしたんだけど、同じ事務所で、でも、多分、後輩か先輩どっちかなんだよ。多分後輩だと思うんだけど、この方が。間違ってたらごめん。この方めっちゃ、この方のね、声が超好きなの。声の雰囲気超好きなの。ちょっとね、声が低くて、大人のお姉さんって感じで、すごくまったりしてる配信よくされてて、普通に、聞きながら作業とかしたりするんだけど、本当に、あと、外見もすごく好きです。なので、本当に仲良くなりたいの。なので、皆さん、なんだっけ、日本語わかんなかった。お行儀よく挨拶しに行ってあげて、高評価も一緒に押してあげて、まったり聞きましょう。I like that Noppy is a VTuber fan just like us, kind of enduring. Yeah, no, well, the reason why I became a VTuber is because I love VTubers too. But I'm gonna raid a VTuber from V. They're a VTuber group that Sony produced, and I really like her. Her voice is very like a good deep voice, and she has a very calm vibe. I'm gonna raid you guys there. And she's trying to do like a 1,000 likes endurance stream. So let's all go support her. I've never really talked to her though. I've chatted
chatted in her streams before, but she's never noticed me. So I hope she notices me. Senpai notice me. This はい。じゃあレイドしますので、皆さん今日も朝活来てくれてありがとう。みんな1週間頑張りましょう。待って、次の配信の告知するか。Let me just talk about my next stream. Oh, I haven't prepared anything because it's a Twitch stream. So I will be doing my first Twitch stream on Wednesday. 水曜日にですね、初ツイッチ配信するので、ぜひ皆さん時間があったら、会うようでしたら見に来てくれると嬉しいです。告知もちゃんと後でしますので、見に来てください。Thank you for the stream. Thank you. Thank you for coming. Alright. 満員電車やばすぎ。やばいけど頑張って行ってきます。行ってらっしゃい。満員電車気をつけて、本当に気をつけて。満員電車本当に危ないから気をつけて。気をつけてください。はい、皆さん来てくれてありがとう。Have a magical rest of your day and I will see you on Wednesday. おつのび学校頑張ります。頑張って頑張って。のびも今週頑張ります。みんなで頑張りましょう。じゃあ、レイドしますのでお疲れ様でした。じゃあそのレイド先でお会いしましょう。お疲れ。おつのび